こんにちは、ずんだもんなのだ。今回も世界のニュースをずんだ持ち片手にお届けするのだ。今日の舞台はアフリカ南部の国、ジンバブエなのだ。豊かな自然と鉱物資源を持ちながら、経済や政治、人権の問題など、いろいろな課題も抱えている国なのだ。今回は、そんなジンバブエに関するニュースを、全部で3つピックアップしているのだ。中でも、ずんだもんが一押ししたいのは、2つ目のニュースなのだ。ロシアのアラブが特別経済区。アフリカの女性や10代の若者が搾取されているのではないか、という疑惑が出ているのだ。ジンバブエ政府は、この問題について沈黙を続けていて、人権活動家たちから強い批判を受けているのだ。若い女性たちが、教育や企業支援を謳う SNS の募集を信じて応募した結果、実際には軍需産業につながる労働に使われているのではないかと報じられているのだ。活動家たちは貧困や将来への不安につけ込む深刻な搾取だと警告しているのだ。動画ではこの人権問題を中心にジンバブエをめぐる最新の動きを優しくわかりやすく見ていくのだ。それでは詳しくチェックしていくのだ。ジンバブエは南部アフリカの内陸国で、首都はハラレなのだ。かつて英領ローデシアとして支配され、1980年に独立、その後ムガベ長期政権を経て現在は大統領制の共和国なのだ。人口は約1500万人で、香料、プラチナ、金、やタバコ農業、観光、ビクトリア滝が主な産業なのだ。ショナヤンでベレの文化や石像遺跡が有名で、近年は経済回復やインフレ対策、土地改革の課題が注目されているのだ。一つ目のニュースなのだ。違法な株式割当で中国の採掘業者がグアンパ工業契約から排除されるという記事なのだ。ジンバブエのハラレ高等法院で2009年設立のグアンパマイニングが中国系の民シャン氏のアフリカマイニング投資会社らを相手に違法な株式発行の是正を求めたのだ。問題の契約は2017年に結ばれ、TGL インベストメント所有の鉱区を共同採掘し、グアンパにロイヤルティを払う内容だったのだ。しかし条件として、430万アメリカドルの債務引き受けや株主契約書の締結などが必要だったのに、これらが守られないまま、DGL 側が勝手に株を発行し、契約当事者でない他、ワン、クにも株を与えていたのだ。裁判所は、中国側が430万ドル支払いなどの証拠を示せなかったとして、ミン、シャンシャ、フユエル、アフリカ、オーカへの株式割当は違法と判断し、株の取り消しと名簿からの削除、さらに訴訟費用の支払いを命じたのだ。二つ目のニュースなのだ。人権活動家、ロシアの搾取疑惑に対する政府の沈黙を非難という記事なのだ。ジンバブエ政府がロシアのアラブが特別経済区でアフリカの女性や10代が搾取されているとの疑惑について沈黙していることが人権活動家から批判されているのだ。アラブがスタートという募集事業が南アフリカやウガンダ、ナイジェリアなどの若い女性を教育や企業支援と偽って SNS などで勧誘し、軍需産業に結びついた労働に使っていると報じられているのだ。カイロでのロシア、アフリカ閣僚会議にはジンバブエの外相ムルウィラが出席したが、この問題を提起しなかったのだ。活動家たちは、貧困と絶望につけ込んだ搾取だとして、各国政府に女性の権利保護とデジタル安全教育の強化を求めているのだ。一方ロシア側は、同プログラムは高度人材育成のためで、奨学金も拡大すると主張し、疑惑を否定しているのだ。三つ目のニュースなのだ。大統領の任期制限、消えない問題、という記事なのだ。ジンバブエでは、エマーソン・ムナンガグワ大統領が2028年で2期10年を終えるはずなのに、与党内から続投を求める声が強まり、
法相が任期延長のための憲法改正案を準備していると報じられているのだ。憲法91条2項と95条2項は大統領を2期、各5年に制限しており、328条7項は任期延長の改正が現職に適用されるには国民投票が必須だと定めているのだ。記事は、この抜け道を探る動きは憲法の精神に反し、任期制は権力集中や腐敗を防ぎ、平和的な政権交代や新しい指導者の登場、法の支配を守るために不可欠だと強調し、改正するなら必ず国民投票を経るべきだと警告しているのだ。澄んだもん、鉱山の不正、書生搾取の疑惑、任期延長の動き、透明性と市民の権利を守るため、みんなで監視と声を上げるべきなのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけないけれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声、そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。